So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. こんにちは、うどうです。今回からマイドリームデスクという企画をこのチャンネルで始めていきたいと思います。ルームツアーの動画でも話したんですが、今の自分のデスク環境がかなり古くて新しくしていきたいと考えていました。最近海外の動画をよく見るんですが、その中にマイドリームデスクという動画がたくさんあります。要は自分の理想の机を作るという企画ですね。ということで、新連載の企画としてこの理想のデスク環境を作る動画についても今後出していきたいと思います。もちろん部屋の DIY 動画の方も継続していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、その第1弾として今回は自作キーボードです。これまた海外の YouTuber の方なんですが、ワイルドキャットさんという方の動画を見て自分もやってみたいと思って初自作キーボードに挑戦します。ワイルドキャットさんのチャンネルは概要欄に貼っておきますので、興味のある方はぜひ見てくださいね。で、今回キーボードパーツの購入は KBD ファンズという海外のショップで購入しました。日本にもショップはあるんですが、ここが一番品揃えが良かったです。自分で個別のパーツを選ぶこともできますが、初心者なのでキットを購入しました。で、今回買ったのは DZ65RGB というキットを買いました。キーボードって点キーの有無とかで大きさがいろいろあるんですけれども、よくある点キーがついているサイズを 100% として、点キーレスは 80% とか、矢印とかファンクションキーまでなくしたものを 60% といったようにいろんな種類があります。で、今回私はですね、65% というものを選びました。この 65% っていうのは 60% の大きさに対して一番右の列に1行キーが増えているのと、矢印キーも左に詰める形で追加されているものになります。F1 とか F2 のファンクションキーはないんですけれども、それについてはFN キーを押しながら数字を押せば対応できます。デリートキーと矢印キーだけは欲しくて、なるべくコンパクトにしたかったので、今回これにしました。ではですね、実際にキーボードを組み立てていきましょう。これは PCB という電子回路の基板ですね。これにスイッチをつけていきます。またホットスワップといってスイッチをハンダ付けしなくてもつけられるようになっています。打鍵感を変えたくなった時に簡単にスイッチを交換することができるんですね。一応 LED で光る仕様になっています。初期不良で光らない LED がないかまず確認します。問題なさそうですね。で、次にこれはスタビライザーといってスペースキーなどの横長のキーを支えるためのものになります。金属のバーがついているので、こんな感じで連動して動きます。次にスイッチとプレートをつけていきます。スイッチはチェリー社の赤軸を買いました。押す時にクリック感がなくて、スコスコっていう感じになるリニアタイプですね。今回は LED が光るので、この LED の光がですね、透過するタイプのものを選びました。プレートはスイッチを支えるためのもので、材質によって打鍵感や音が変わるそうです。今回はアルミを選びました。ではスイッチをどんどんつけていきましょう。次、こちらがケースですね。豆腐という名前のアルミケースです。これめちゃくちゃ重くてびっくりしたんですけども、だいたい1キロぐらいありました。高級感が半端ないです。ではこのケースにつけていきましょう。そしてキーキャップをつけていきます。キーキャップは今回アリエクスプレスで買いました。Amazon の中国版みたいなものです。で、これ知らなかったんですけども、キーキャップって高さの規格がたくさんあって、今回買ったのは一番右のですね、一番背の低い規格になるようです。特に左側ら辺のプロファイルは数字とかファンクションキーが押しやすいように列によって高低差をつけているようです。
最後にゴム足を取り付けて完成です。LED はこんな感じに光り方を変えることもできます。ではタイピング音を聞いてみましょう。どうでしょうか。赤軸独特のスコスコといった打ち心地が打ってて気持ちいいですね。今までのキーボードは軽いプラスチック製のボディだったので、タイピング時に本体自身からガチャガチャ音が鳴っているような感じがしていたんですよね。今回は 1kg 以上あるアルミのボディなので、そういったガチャガチャ感が少なくなった印象があります。ただ、まだまだ改善の余地はある感じですね。まずスタビライザーがついてるキーはガチャガチャうるさいんですよね。これはグリスを塗ったりするといいみたいです。あとキーを押した時に金属音っぽいキーンという音が響くんですよね。これについてはスイッチの中にあるスプリングが鳴っているようで、スプリング鳴きというそうです。これはですね、スイッチを一個一個分解して、そのスプリングにグリスをつけると改善されるようですので、グリスを買って今後試してみたいと思います。あとそれ以外のですね、静音グッズもいろいろ売っているそうなので、一緒にですね、今後動画に出していきたいと思います。いやーでも今回自作キーボードを作ってみて分かったんですが、これは沼にはまりますね。もうちょっと打ち心地がいいスイッチがあるんじゃないかとか、見た目がいいキーキャップがないかとかですね、気がつくと探しちゃったりしてるんですよね。また何かやったらですね、動画に出していきたいと思います。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。今後もデスク周りの動画、このキーボード以外にも出していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日はここまでとします。またね。